自分たちよりもはるかに大きい象を狩りの獲物にしている伝説のライオン一族。極めて珍しい狩りを続ける彼らをスタッフは追い続けていました。総勢28頭の中には大人のオスが4頭。これは大物だけを獲物にするための特別編成。プライドと呼ばれる彼らの群れには家族をいたわる独特の信頼関係が成り立っています。そんなライオン一族の赤ちゃんたちにとんでもない試練が訪れたのです。日本から飛行機で丸1日、アフリカ大陸南部にボツワナ共和国はあります。当時年間降水量が激減。特にサブチ地区は深刻な砂漠化が進み、川は干からび、わずかな水たまりしか見ることができませんでした。草木も育たず、それを命の源にしている動物は皆あばらが浮き出るほど痩せ細っています。ところがこの地区の北側には珍しい28頭構成の巨大な群れが存在します。獲物の少なくなったボツワナで大物だけを仕留めて生きていく彼らはとても元気です。餌が豊富なせいか、このプライドの母親は通常より子供が小さいうちに群れに合流させます。まだ群れの中のルールや自然界の厳しさを知らない赤ちゃんが3頭、このプライドに加わりました。ところが好奇心旺盛の子供たちは新しく仲間入りしたばかりの赤ちゃんに興味津々。よし、狩りの仕方を教えてやろう。年上に遊んでもらいながらチームワークと絆を深める。群れの教育上大事なことですが、子どもたちは体力のない赤ちゃんの扱い方に慣れてはいません。赤ちゃんが怪我をしないよう、危ない時は良きところで止めに入る。これが母ライオンの大事な仕事になっています。しかし群れと共に行動する赤ちゃんたちにはもっと危険なことが待ち構えているんです。アフリカゾウたちが集団で威嚇してきました。いくら伝説のゾウハンターたちでもこのように大勢でやってこられたら太刀打ちできません。こんな時、ひ弱な赤ちゃんたちはうまく逃げることができません。身を守るために隠れ場所を確保しておく必要があるのです。日頃のお返しとばかり大暴れ。これも赤ちゃんにとっての試練。しかしさらに大自然の脅威が彼らに思わぬ試練を課すこともあるのです。彼らの密着取材を始めてから10日目、ボツワナに例年よりも1ヶ月早い雨季がやってきました。動物たちにとってはまさに天の恵みです。3日3晩降り続いた雨のおかげで乾燥で荒れた大地は十分なほど潤います。平原の至るところでは鮮やかな新芽が吹き始めました。草食動物たちは久しぶりのごちそうを頬張ります。しかも水たまりがたくさんでき、何十キロと移動しなくても新鮮な飲み水を得ることができるようになったのです。でもあのライオン一族にとっては深刻です。いつもの水飲み場に大事な獲物が全く集まらないからです。ライオン一族のいるサブチ地区から50キロ南下した場所にたくさんのゾウが集まっていました。そこには
身を隠す場所もあれば、彼らの大好物である植物も茂り、水飲み場もいくつもあります。こうなるとわざわざ危険を冒して遠征しなくても済みます。象の群れは動こうとはしません。以前の水飲み場で獲物を待つプライドの面々は4日間も食事にありついていません。もう限界です。5日目の夕方、彼らはついにこのエリアを捨て、獲物を求めて南へと旅を始めることにしました。大きな象やバッファローを探しに行く腹を空かせた28頭の大集団の旅です。何も知らない赤ちゃんたちは無邪気にじゃれ合います。母親と赤ちゃん3頭も大移動です。でも歩くスピードは他のライオンたちよりも遅く、しかも赤ちゃんたちにとって見るものすべてが新鮮です。こんなこともしばしば。しかし群れは親子のはるか先、先頭を行くライオンも心配そうに振り返ります。そしてついに仲間を見失ってしまいました。横道にそれていく親子、これはまずい。このままはぐれてしまえば親子の命はありません。途方に暮れる母親ライオン。これ以上この子たちを歩かせるのは無理かもしれない。5日間何も口にしていない赤ちゃんたちのために母親は決断しました。いつまでもこんな道端にいては危険です。母親は何とか赤ちゃんたちを誘導して親子で身を隠せるブッシュを探します。草が茂ったこの場所で母乳を与えます。しかし何も食べていない母親からは十分な母乳は出ません。群れからはぐれ、獲物のいない場所に親子4頭。このままでは死んでしまう。母親は究極の決断をしました。それは子供たちを残して獲物を取りに行くこと。そうしなければ母乳も出ず、親子ともども死を迎えるのです。